皆さんこんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味ありますか？興味があったらどこから投資をしたいですか？このチャンネルでは中高年初心者を対象とした世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。たまにビットコインなど仮想通貨、いろんな銘柄をね、安く楽しく投資をして、皆さんと一緒に学べるチャンネルをということで考えてます。概要欄の方にチャート名、それから証券会社貼ってありますので、よかったら参考にしてください。また、銘柄操作リクエストありましたらコメント欄いただけると嬉しいです。このチャンネルに、共感できるよとか応援したいよっていう方いらっしゃれば、またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて、今日のタイトルなんですけども、背景がですね、上海になります。綺麗な街だなと思ってこの画面っていうかね、背景を選びました。私の方でもいとこというか、弟の奥さんがね、そっちの方の出身ということで、上海は2度ほどね、行きました。はい。今日なんですけども、上海というか中国 ETF の紹介なんですが、成長著しいと言われている中国経済、長期的にね、お話をさせてもらって、で、直近はですね、1月の末あたりかな、に1回ハイテク企業が暴落をしまして、で、ちょっと前には購入した銘柄があるので、その銘柄のチャート分析も合わせてお見せしていきたいなと思います。最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは、中国のね、説明から入りたいと思います。まず中華人民共和国ですけども、首都が北京になります。はい。たくさんの都市がね、あって、経済は上海が中心かなと思います。はい。人口は皆さんご存知だと思うんですけども、13億人ということで、日本の人口の約10倍になります。面積の方は25倍ということでますね。はい。背景にも出しましたけども、上海の街並み、上海行った時に建築物建設中で、本当バブルかなと思うような感じでしたね。今はだいぶ様子も変わってきてるなと思います。歴史の方になります。通貨が人民元と言います。この人民元っていうのがですね、また世界の経済でク者というか、とにかく中国は株価もそうなんですけど、政治と絡む。規制があると一気に株価が下がったりと、社会主義的な要素大きくなりますね。それでは経済成長率の方ね、見ていきたいと思います。1980年から2021年のグラフになっています。青が中国で赤が日本です。1992年、そこからずーっと 10% 前後成長率をしています。はい。ただ、ここ最近、コロナでもプラス成長っていうのもすごいんですけど、2021年から陰りが出てる気はしますの記事ですけども、直近のチャイナショックのことについての説明をしたいと思います。記事が4月29日出てるんですけども、実はこの直近で2回ほど中国株の方が暴落をしました。一つの理由にですね、中国は一人っ子政策昔やってて、すごく学習塾お金をすごい投資するようになったんですね。政府が学習塾とかにお金をかけすぎるなと規制をかけた。経済にダメージを与えてしまったんですね。珍しいことかなと思います。中国の場合はこういった規制がとにかく何かで入ってくると、すぐに株価に影響する株価っていうのも政治と密接な関係があるなっていうのをすごく感じた時でした。それではですね、次に上海総合指数の方ね、ちょっと見ていきたいと思います。1993年から、2021年までのチャートになります。2008年のところが一度ピークが来て、2015年も、これもチャイナショックって言われてたのかな、上がって落としてます。2007年から成長してないように感じます。これはチャート上だと人民元の影響もあるかと思います。実際にドル建ての方とかは2007年から2021年というのは成長を遂げている。はい。後半になりますけども、中国の INN だったかな。
の紹介をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは後半、中国のブル3倍の銘柄とチャートの説明に入ります。画面の方ですけども、銘柄名、ディレクションデイリー中国ブル3倍の名称になっております。ブル3倍ですので、値動き、上方向に3倍値動きをするという銘柄になります。もう一個、上海 A50 という株価指数というかがあるんですけども、今回はこちらの方の銘柄になります。それでは実際のチャートの方をお見せします。中国 ETF。4時間足になります。最初にそうですね、2019年からちょっとお見せしますね。2019年が横ばいが続いていてコロナで落としているのがこの地点です。で、コロナから復活をしてきて、今年の2月17日、ここがピークになっております。ずーっと山を下っていくように落ちていて、現在が 12.67。もうこれチャートの方で上昇トレンドと下落トレンドの方、ラインを引いております。リスクリワードが入ってまして、4月の10日近辺で、この銘柄は買っております。含み損です。含み損からもうちょっとでロスカットされるのかなっていうところまで落ちました。で、先ほど前半お話しした教育関係のきっかけにした暴落が4月27日です。この値動きが3倍という商品ですので、当然激しいです。はい。ここにも書いてありますけども、下落から反発ロングを狙う。ちょっと失敗しました。ただ、含み損を抱えてますけども、上り調子ではあるんじゃないかなと思います。はい。拡大しますね。1月27日の暴落から上り調子って言っても少しずつ回復しているという状態であります。多少、ちょっとここだけ変えますね。上昇トレンドを底値にちょっと合わせます。ここでいいか。ここまで落ちちゃってる。ちょうどそうですね。これ結構絡んでますね。下降トレンドはいいですね。上昇トレンドを収集しました。そうですね。この枠の範囲内でここまで登ってきてもらえるといいかなと思います。はい。これ以上下落があったら大変です。コロナの水準まで落としますので。はい。GMO クリック証券の方の画面になります。まず銘柄の方ですけども、中国ブル3倍 ETF YINNになります。必要証拠金が279円です。安いです。取引時間はこれもドル建てですので22時30分から翌5時ということになります。レバレッジが3倍まずついてます。この商品がハイレバの商品ですのでレバレッジがプラス5倍ついてます。合計15倍のレバレッジになります。15倍のレバレッジですので、レバレッジコントロールしないと大変、今のロスカットにもつながると思いますのでね。買ったものをお見せしたいと思いますね。縦玉一覧というところになります。はい。こちらの画面になります。中国ブル3倍 ETF YINN になります。これ、いくつ買ったんだろう ?3 口買いました。612円になってますね。損益率見てもらうと、14%マイナスということで、普通だったらもう損切り合ってると思います。ロスカットかなり低く設定して証拠金を上げましたので、含み損で守っています。ここがね、すごく大事だと思います。概要欄にも貼っておきたいと思うんですけども、このロスカットレートの仕方、動画を上げてますので、またよかったら見てください。はい、今日はそんなところになります。どうもありがとうございました。